皆さんこんにちは。ヨナジーとアキの沖縄旅チャンネルへようこそ。今回は実際に行ってよかったシュノーケリングスポットを定番から穴場まで10カ所にまとめました。どのスポットに行けばいいか迷っている方、最後まで見ていただければ必ず行きたいスポットが見つかるはずです。海計画の参考にしていただければ幸いです。海慣れしていない方は必ずマリンショップを通して楽しみましょうね。最後に海の注意点も載せているので、そこは必ず確認をよろしくお願いします。このチャンネルでは沖縄県民のヨナジーとアキが沖縄のおすすめスポットを紹介しています。チャンネル登録をして最新情報を見逃しなく。それでは早速行ってみましょう。後期公園北川ビーチ。沖縄県北部名護市にあるこのビーチ前に無料駐車場があります。最大の魅力のポイントはサンゴの道。ビーチから沖の方に泳いでいくとサンゴ畑に多くの魚たち、サンゴの道のような場所がありました。さらに沖の方に行くと透明度も絶景度も大満足の場所でした。希望が丘ビーチ。沖縄県北部恩納村にあるこのビーチ、シュノーケルをする方以外はあまり知られていない穴場のスポット。ビーチ前に無料駐車場がありますよ。サンゴがいっぱい出てくるまでは砂浜から少し距離があるように感じましたが、この絶景、この時初めて沖に向かって泳いだのもあり、不安と期待でいっぱいの一日でした。この日を境に海の中の景色の魅力に惹かれていきました。透明度も良く前に進むことができました。瀬那覇ビーチ。沖縄県中部の読谷村にある天然のビーチ。車で来る方は皆さんビーチ前の一本道に駐車しています。干潮時に泳いだためビーチ左側の陸を歩いて海に入るとすぐにサンゴが出現。少し泳ぐともう一面がサンゴ畑。ビーチ横にも陸地があるところがあまり陸地からも離れなくてもこのようなサンゴが見れたのが大きな魅力のポイント。サンゴも魚も多く、北部まで行かなくてもこの中部でもこんな景色が見られるんだなと驚いたのを覚えています。ありがとう。すごいな。前田岬。青の洞窟で大人気のスポット。オンシーズンオフシーズンどちらも行きましたが、魚や洞窟を撮影したい場合は断然オフシーズンがおすすめです。オンシーズンだと賑やかですが、洞窟内が渋滞、どこを撮影しても人の足などが映ってしまいます。ただオンシーズンだと人が多いため安心して泳げました。魚も人慣れしていて間近で見ることができます。シュノーケル初めての方にもショップを通しておすすめできる場所の一つです。洞窟の中にいっぱいの魚もいて、それもドキドキポイントでしたよ。裏前田ビーチ、羽生浜。遠浅のこの海は浅い場所でもこんなに多くの魚たちと出会えました。魚たちと一緒に泳いでいる感覚を味わえます。ビーチからすぐ近くに少し深くなっているプールのような場所もあるので、潜るにはその場所が役に立つと思います。体験ダイバーさんたちもその場所で泳いでいました。前田岬駐車場から徒歩5分頃なので、駐車場も前田岬駐車場を利用することになりますよ。こちらの場所も初心者の方におすすめな場所だと思います。仲良く。沖縄県北部の恩納村にあるこの場所、無料駐車場はこちらのカーブのあたり。お菓子御殿からダイヤモンドビーチに抜けることができます。このポイントは仲良くいと呼ばれ、ダイヤモンドビーチからエントリーしてこの辺りで泳ぐ方が多いそうです。ビーチからそれほど泳がなくてもサンゴが見られるのが嬉しいポイント。奥の方まで行くと真っ白な砂地があったり、多くのサンゴがあって魚も多く、何度も泳ぎに行きたくなるような場所でした。この時に沖縄特有の傾いを海の中で体験しましたよ。晴れている場所と雨が降っている場所のほぼ中間にいました。この後すぐに大雨になりましたよ。雷ドコーンしてびっくりした。
外は大雨でも海の中は静かなんだね。これも初めての体験でした。崎山ビーチ。ビーチ前に駐車場3台と穴場中の穴場スポットです。この日は干潮でサンゴを傷つけてしまいそうで沖までは行かずにリーフ内で泳ぎましたが、透明度も高く魚たちも元気でした。リーフ内で安心して泳ぎでこの景色は大満足でした。次回はもう少し奥まで見てみたいと思います。そうだね。ゴリラチョップ。沖縄県北部本部町にあるこの場所、シュノーケルポイントとしてはかなり有名です。無料駐車場あり、管理棟があり、シャワーやロッカー、設備が整った場所ですよ。ゴリラがチョップしているような巨大な岩が目印です。階段からのエントリーですぐに深い場所に入れて、すぐにサンゴが見られるのが一つの魅力のポイント。僕が行った日は他の場所と比べて透明度が低い点が気になりましたが、岸が近く人が多いので初心者の方でも比較的安心して楽しめる場所だと感じました。そうだな。瀬底ビーチ。こちらはしっかり管理された天然のビーチでご家族連れにも安心して利用できるビーチです。マリンアクティビティも豊富ですが透明度も高く魚たちを間近で見ることができます。シュノーケルを始めたばかりの頃に訪れて遊泳区域内で魚を見れたことが衝撃的で今でも覚えています。最後に紹介するのがアポガマ。沖縄県北部恩納村にあるこの場所、シュノーケルポイントとしてはかなり有名ですが流れが強いことがあるようで注意が必要な場所。専用駐車場はなくビーチ前の路肩に駐車。緑のトンネルを抜けると巨大な洞窟、大自然を感じました。満潮時に洞窟の水中から外を見ると水中が青く光りこのような景色が見られました。きれい。海に入るとすぐに魚たちに出会える場所。慣れていない方は足がつく場所で楽しみましょ流されていないか確認しつつ沖の方へ。サンゴがいっぱいで魚も多くダイナミック。深い場所にたどり着いたあたりで少し流れを感じたのでこの時はすぐに引き返しました。ダイビングショップの船も来ていたので慣れていない方は必ずツアーを通して来た方が良い場所だと感じました。う。次回は慣れている方と万全な状態でまた来てみたいなと思う場所でした。最後に重要な注意事項です。沖縄の海は美しく魅力的です。そのため毎年多くの人が海に訪れますが、毎年海では水難事故、シュノーケル時の死亡事故も起きているようです。こちらの注意事項、一時停止をして最後までお読みください。慣れていない方は必ずショップを通し、前田岬か裏前田ビーチをおすすめします。各マリンショップにもおすすめスポットがあるかと思うので、事前に確認するのもいいかもしれません。海は完全に自己責任です。一番は安全第一で楽しい海体験の思い出を持ち帰りましょう。いかがでしたか？
今回は沖縄県北部の実際に行っている方はシュノーケルスポットを紹介しました。海の魅力に惹かれてまだ1年目、沖縄の海にはもっと素敵な景色がいっぱい広がっているでしょう。良いポイントを知っている方はぜひコメント欄で共有お願いします。海をしっかり楽しんだ後は海には決してゴミは捨てず、できることなら落ちてるゴミを少しでも拾っていつまでも綺麗な海と共存していきたいですよ。このチャンネルでは沖縄県民のヨナジロハチが旅を通して実際に行っている方は沖縄のおすすめスポットを紹介しております。今後も役立つ情報を発信していきますので、この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日の話はここまで。今日も最後までありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。また来てね。バイバイ。